皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。システムは状態を変えたり一定になったりしながら働きます。数式モデルを構築する場合、この状態の把握が必要です。このためには定常状態及び非定常状態の意味を理解していなければなりません。そこで今回のビデオでは、代謝反応を例として定常状態と非定常状態についてお話しします。定常状態とは何でしょうか。簡単に言えばシステムの状態が常に一定にあることですね。しかしシステムの状態と言われてもよくわかりませんね。一体システムの状態の何なのでしょうか。今皆さんが制限時速 60km の道で車を運転することを考えましょう。停止状態から発車し、制限速度まで徐々に速度を上げていきます。そして制限速度に到達したら、その速度を維持しながら目的地へ向かいます。ここに示す図は、この時の速度の変化を表したものです。最初に速度は0であり、これより加速ししばらくして 60km となります。この時、車は一定の速度、すなわち定常状態で動いています。一方、60km に達するまでは速度は変化しており、この区間は非定常状態にあります。よって、この例では定常状態にあるのは車の速度になります。それでは、化学反応システムでは何の状態なのでしょうか。化学反応の例として、いくつかの酵素と代謝物が均一に分布する小さな区画を考えます。この区画へ代謝物 X1 が一定の速度で流入します。これは酵素 X4 の触媒作用により代謝物 X2 となり、続いて X2 は酵素 X5 の触媒作用により X3 となります。区画内からは X3 のみがその濃度の大きさに応じて流出します。バイオケミカルシステム理論、すなわち BST、これは4章1節から9節を参照してください。この BST によれば、各代謝物濃度の時間変化は1から3式のように表されます。最も簡単な定常状態の表現は、濃度の変化がなく一定の状態のことです。濃度が一定であれば、これを乗数とみなすことができるので、その時間微分は0になります。これを1から3式へ適用します。これにより、各代謝物の定常状態濃度は4から6式のように与えられます。ここで上付きのアスタリスクは定常状態を意味します。この時の定常状態を定常状態1とします。次に区画内の酵素 X4 の濃度が時刻 t1 においてわずかに増加し、X4 プラスデルタ X4 になったとします。これにより本システムはどのように変化するでしょうか。この時の各代謝物濃度の一連の変化を図に示します。T1 以前の時間では、各代謝物濃度は4から6式で示す一定値となっています。これは定常状態1です。t イコール t1 において酵素 X4 の濃度がわずかに変化したことで、各濃度は時刻 t2 まで変化します。すなわちこの間は非定常状態にあります。そして t2 以上では再び一定値を取り、システムは新しい定常状態になっています。これを定常状態2と表します。定常状態2における各代謝物の定常状態値は
4から6式の X4 へ X4 プラスデルタ X4 を代入することにより求めることができます。これらは7から9式で表されます。ここで2個のアスタリスクは定常状態2を表します。以上をまとめると、本反応システムにおける定常状態とは、代謝物の濃度が変化せず一定となっている状態を示しています。一方、本反応システムにおける非定常状態とは、代謝物濃度が時間とともに変化している状態を示しています。よって、本反応システムでは具体的に何が定常状態なのかというと、答えは代謝物濃度ということになります。すべての代謝物濃度が一定になったとき、本反応システムは定常状態にあることになります。このように反応システムでの定常状態の対象は化学物質の濃度なのです。しかし、この表現は他のシステムでは十分ではないことがあり、注意が必要です。これについては次の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。